皆さん、ずんだもんです。今日はね、魅力いっぱいのデンマークのニュースをお届けするのだ。実は、デンマークって世界一幸せな国ランキングでいつも上位らしいのだ。幸せの秘密、一体何なのかしら。そんな幸せな国デンマークから今日は全部で5つのニュースを紹介するのだ。中でも特に注目なのが5つ目のニュースなのだ。デンマーク空港のドローン撃墜を許可へという記事なのだ。デンマークでドローンを撃ち落とせるようになる新しい法律が検討されているらしいのだ。空港や港の上空をブンブン飛ぶドローン、もう許さないっていう感じなのだ。シグマ、オメガのこの法律、一体どんな内容なのか、一緒に見ていくのだ。はい、承知いたしました。デンマークの紹介文を作成するのだ。今日は北欧に位置するデンマークについてお話しするのだ。ヨーロッパ北部のスカンジナビア半島にあり、首都は美しい港町コペンハーデンなのだ。かつてはバイキングの地として名を馳せ、現在は立憲君主制の国として安定しているのだ。人口はおよそ590万人と、それほど多くない国なのだ。酪農が盛んで、美味しい乳製品は世界中で愛されているのだ。また、風力発電のような再生可能エネルギーの分野でも世界をリードしているのだ。ヒュッケという言葉に象徴されるように、心地よさや家族との時間を大切にする文化が根付いているのだ。シンプルで機能的な北欧デザインも有名で、多くの人にインスピレーションを与えているのだ。世界幸福度ランキングでは常に上位に入る幸福度の高い国としても知られているのだ。環境意識も高く、サステナブルな取り組みが世界中から注目されているのだ。豊かな自然と温かい文化が魅力的な国、それがデンマークなのだ。一つ目のニュースなのだ。デンマーク留学生の夏季アルバイト規定という記事なのだ。デンマークにいる留学生さん、お仕事に関する新しいお知らせなのだ。今年の夏休み、もっとたくさん働けるようになったのだ。2024年7月1日から新しいルールが始まって、6月、7月、8月の間はフルタイムでお仕事ができるようになったのだ。これまでは月に90時間までだったけど、夏の間はその制限がなくなるのだ。でも、夏休み以外は、引き続き月に90時間までのお仕事になるから覚えておいてほしいのだ。このルールは、大学などの高等教育で勉強している学生さん向けなのだ。博士課程の学生さんや民衆高校の学生さんには別のルールがあるから、確認が必要なのだ。学生ビザには、自動的にお仕事の許可も含まれているのだ。卒業後、お仕事を探す期間も有効なのだ。決められた時間を超えて働くと違法になっちゃうのだ。警告や罰金、最悪の場合はビザが取り消されることもあるから気をつけるのだ。チャリティのボランティア活動には時間制限はないのだ。勉強に研修が含まれる場合は、その期間はフルタイムで働ける許可がもらえることもあるのだ。デンマークの社会保障給付や学生補助金は受け取れないけど、無料のデンマーク語レッスンを受ける権利はあるのだ。自治体から連絡が来るはずだから、ぜひ活用してほしいのだ。夏休みを有効に使って、デンマークでの生活を楽しんでほしいのだ。なのだ。二つ目のニュースなのだ。ウィーン、生命科学で欧州の穴場に、という記事なのだ。ウィーンは生活の質がとっても高いだけでなく、実はライフサイエンス分野でもヨーロッパのリーダーなんだなのだ。ここは最先端の研究センターや大学、そして成長中のライフサイエンス企業がいっぱい集まってて、国際的な才能をどんどん引きつけてるのだ。武田さんやベーリンガー・アインゲルハイムさん、ノバルティスさんみたいな世界的な企業もウィーンに拠点を置いてるのだ。ライフサイエンス分野には750以上の組織があって、年間227億ユーロも生み出してるんだなのだ。4万9千人以上が働いていて、国際的な専門家もどんどん増えてるのだ。委員は研究環境が素晴らしい上に、生活の質も高くて、物価も手頃、それにワークライフバランスもバッチリだから、
研究者さんたちにとっては最高の場所なんだなのだ。人口の 40% 近くが外国生まれで、とっても多様性がある町なのだ。研究機関や企業が近接してるから、コラボレーションがしやすいのも特徴なんだなのだ。委員、バイオセンターでは2000人以上の科学者ががん研究とか再生医療とか、いろんな分野で画期的な研究を進めてるのだ。近々、生体医療 AI の画期的な研究拠点、AITHYRA インスティチュートもできる予定で、AI を使って病気の理解を深めたり、診断を早くしたり、新しい治療法を開発したりするのだ。新しい国へ移住するのは大変だけど、委員には手厚いサポートがあるのだ。委員、ビジネス、エージェンシーやウィーン科学技術基金、WWTF、LISAVIENNA が資金調達から住まい探しまで、いろんなことをサポートしてくれるんだなのだ。委員は世界中で注目されてて、若手の科学者さんたちもたくさん集まって、活気あふれる研究環境になってるのだ。実験室の外でも、委員は最高の住みやすさなんだなのだ。優れたインフラや医療、文化、緑豊かな公園があって、世界で最も住みやすい都市の一つに選ばれてるのだ。手頃で効率的な公共交通機関や子育てに優しい政策も魅力的なのだ。中央ヨーロッパの便利な場所にあるから旅行もしやすいのだ。ちょっと変わったコーヒーハウスのウェイターさんたちもいるけど、それもウィーンの魅力なんだなのだ。フロイトさんやシュレーディンガーさんの時代から、委員は賢い人たちを引きつけてきたのだ。これからはデジタル医療や AI による健康研究で、さらに未来を築いていくんだなのだ。委員は研究も充実してるし、研究以外の生活も楽しい、まさに最高の場所なんだなのだ。3つ目のニュースなのだ。デンマーク、夏に訪れたい美しい街5選という記事なのだ。デンマークの夏旅ってコペンハーゲンだけじゃもったいないのだ。実は歴史と雰囲気あふれる小さな街がたくさんあるのだ。今回は特に美しい5つの街を紹介するのだ。まず、イーベはユトランド半島西部にある中世の街なのだ。バイキング時代の交易拠点として映えて、木骨造りの家や石畳の道、大聖堂が当時のまま残っているのだ。近くにはユネスコ世界遺産のワッテン海国立公園もあるのだ。次にコペンハーゲンから近い漁村、ドラワーなのだ。石畳の小道やビーチを散策したり、第二次世界大戦中にデンマークのユダヤ人がスウェーデンへ避難した歴史を学べる博物館もあるのだ。エーベルトフトはヒューラント半島にある趣のある町なのだ。14世紀の市庁舎や世界最大級の木造軍艦ユランが見どころなのだ。コペンハーゲンからのアクセスもフェリーで意外と便利なのだ。デンマーク最北端のスケーエンは2つの海が合流する砂浜グレーネンが有名で、多くのデンマーク人が訪れる場所なのだ。19世紀後半に芸術家たちが集まったスケーエン派の美術館や砂にうずもれた埋没教会も必見なのだ。最後にエーレ島にある小さな港町エーレス港便なのだ。石畳の道とカラフルな家々が魅力で、豊かな海事の歴史を持っているのだ。エーレ島はサイクリングに最適で、灯台や伝説の洞窟など見どころ満載なのだ。これらの街は夏に訪れるのにぴったりの歴史と自然、そして文化が詰まった魅力的な場所ばかりなのだ。ぜひ今年の夏旅の参考にしてみてほしいのだ。4つ目のニュースなのだ。EIAS 欧州渡航認証料20ユーロに値上げという記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。欧州への旅行が変わるかもしれない ETIAS っていう新しいシステムの利用料がなんと7ユーロから20ユーロに値上がりするかもしれないのだ。欧州委員会が提案した変更でインフレやシステムの改良でコストが増えたのが理由らしいのだ。これによって
イギリスの ETA やアメリカのエスタみたいな他の旅行認証と足並みを揃えたいみたいだぞなのだ。ETIAS は EU や宣言権以外の国からヨーロッパへ短期旅行する人が事前にオンラインで申請する電子渡航認証のことなのだ。名前とか生年月日を入力して3年間有効になるのだ。でも18歳未満と70歳以上の人は料金が免除されるから安心してほしいのだ。このシステムもともとは2018年に始まるはずだったけど、パンデミックとか各国の準備が間に合わなかったせいで何度も遅れてるのだ。ES っていう生体認証システムが2025年10月から始まる予定で、ETIAS はそれがスムーズに動いてから2026年の終わり頃に導入される見込みなのだ。また遅れる可能性もあるみたいだから注意してほしいのだ。この料金変更はこれから EU の偉い人たちが承認しないといけないのだ。今後の動向に注目なのだ。5つ目のニュースなのだ。デンマーク、空港のドローン撃墜を許可へという記事なのだ。デンマークでドローンを撃ち落とせるようになる新しい法律が検討されているのだ。空港や港、それに大切なインフラの近くでドローンが邪魔をしたら撃ち落としたり信号を妨害したりできるようになるかもしれないのだ。運輸大臣のトーマス・ダニエルセンさんはドローンはただのおもちゃじゃないのだ。今は深刻な安全状況でドローンが悪用されることが増えているのだって言っているのだ。だからこの法案で決められたドローンゾーンで協力しないドローンに対しては当局が動き出せるようになるのだ。これは信号を妨害したり物理的にドローンを無力化したり、つまり撃ち落とすことも含まれるのだ。この動きはドローンに関する心配がどんどん増えているからなのだ。去年は空港の近くでドローンが高く飛びすぎたり近づきすぎたりするトラブルが急に増えたらしいのだ。例えば未確認のドローンが何度も目撃されて警察や情報機関が警戒したり、違法なドローンの飛行で空港の空域が何度も閉鎖されたりしたこともあったのだ。安全のためにはこんな法律が必要なのだ。デンマークは幸福度が高いって聞いてたけど、留学生に優しい制度や素敵な街がいっぱいあるんだなのだ。再生可能エネルギーや持続可能性も重視してて、本当に住みやすそうな国なのだ。今回のニュースで夏休みのアルバイト規定緩和や美しい街、そして安全のためのドローン規制などいろいろな魅力が伝わってきたのだ。ますますデンマークに行ってみたくなるのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。